胸がドキドキなって心拍数が上がり呼吸が苦しくなる。今にも倒れそう。もしかしたらこのまま恐怖で死んでしまうかも。そんな経験はありませんか？ここでは実際に死に至る可能性のある10の恐怖症についてご紹介したいと思います。不潔恐怖症。不潔恐怖症はしばしば強迫性障害と結びつき、自分自身や周りのものを清潔にしなければいけないという思いに取りつかれる症状です。この恐怖症のために日常生活が壊され、死に至ることもあります。サマンサ・ハンコックスはばい菌に接触することを恐れるあまり、18年間めったに自宅から出ず、1日に20時間シャワールームで過ごし、食事もほとんどとりませんでした。精神医学の専門家たちが何度も恐怖症を治そうとしましたが、サマンサは脱水症状と過度なシャワー習慣による皮膚感染のために40歳で亡くなりました。医者恐怖症。医者に行くと考えただけで強い不安に襲われ、パニック発作を起こしたり、吐き気を催したりするのが医者恐怖症です。調査によると、人口の 3% ほどが医者の予約をした時に不安を感じるそうです。しかし、深刻な医者恐怖症に苦しむ人は、緊急の処置が必要な傷や病気を持っていても、命が危機に瀕していても、医療機関を避けようとします。2009年、76歳のジョン・ダートは、重度の医者恐怖症のために自殺しました。彼は鼻にできたシミががんだと思い込んでいたのですが、実際はただの無害なシミでした。睡眠恐怖症。睡眠恐怖症または重度の不眠症は、睡眠中に自己をコントロールできないことや悪夢を繰り返し見ることへの恐怖が原因となって起こります。患者の多くは眠っている間に死ぬのが怖くてベッドに入りたくないと言います。けれども皮肉なことに、その恐怖のせいで死亡する可能性があります。睡眠恐怖症の患者は24時間以上眠らないのが普通です。これは健康に多大な悪影響を与えます。睡眠時間の不足は高血圧、心臓疾患、脳卒中のようなしばしば命に関わる様々な健康上の問題を引き起こします。日光恐怖症。パシフィックヘルスセンターの研究によると、近年皮膚がんに対する懸念が高まるにつれて、日光恐怖症の患者の数が増えています。この恐怖症は直射日光にさらされていただけで痛みを感じたり、不安に襲われたりといった症状を伴います。日光を極力避ければ皮膚がんになる可能性は低くなりますが、実は適度に日光に当たることが健康に良いとも分かっています。太陽の光を浴びなければ人はビタミン D 不足に陥り、体に必要なカルシウムが吸収されず骨が脆くなります。つまり日光を避ければくる病やがん、衰弱など他の命に関わる病気になる危険性があるのです。対抗恐怖症。対抗恐怖症は複雑な恐怖症で、患者は恐怖を感じる状況に自ら身を置かねばならないという強迫観念に苦しみます。人が大きな恐怖に立ち向かおうとするとき、様々な不安の症状が現れます。対抗恐怖症の患者も不安を感じないわけではなく、不安を鎮めるために恐怖の対象を避けるということができないのです。ウィングスーツを着て高所からジャンプするスポーツ、ウィングスーツフライングの愛好者、ジェブ・コーリスは精神科医によって対抗恐怖症と診断されました。コーリスは何度も深刻な怪我を負い、岸壁に激突して奇跡的に骨折数箇所で済んだ経験もあります。また多くの親しい友人をウィングスーツフライングで失っています。
しかし、彼はどうしても飛ぶことをやめられないのだと言います。戦場恐怖症。ユニセフの研究によると、開発途上国における命に関わる病気の 30% が衛生状態の悪さや衛生観念の低さによるものです。そこでユニセフは石鹸で顔や手を洗う習慣を推奨しています。しかし、戦場恐怖症の患者は体を水につけることや洗うことを極端に恐れ、体の洗浄ができません。常に手を洗わずに食事をすることを考えれば、どれほど厄介な症状か想像できるでしょう。この恐怖症は体にとって危険なだけでなく、社会生活や精神状態にも悪い影響があります。社会的な孤立やうつ病に苦しむ患者も少なくありません。注射恐怖症。調査によって成人の 60% がインフルエンザの予防接種を受けず、23% がその理由を注射が怖いためと回答していることが分かりました。毎年約3万6,000人ものアメリカ人がインフルエンザで亡くなっていることを考えると、非常に危険な恐怖症です。注射恐怖症の人は命に関わる事態でも医療機関に助けを求めません。2011年にジャーナリストのキャロライン・チータムは父親のフランクの死について長年の注射恐怖症が原因だったと語りました。フランクさんは重度の注射恐怖症で5年以上も前立腺がんの症状に苦しみながら病院に行きませんでした。治療を求める気持ちより治療のために注射されるかもしれないという恐怖の方が大きかったせいです。食物恐怖症。食物恐怖症は大抵食べ物を喉に詰まらせるなどの経験から起こり、食べ物を口に入れることに過敏になり、恐怖を感じる症状を指します。多くは過食症や食欲不振、その他の摂食障害を伴います。この症状に苦しむ人は現在世界で200万人と推定されています。2007年、10代のシャーロット・ロビンソンは食べ物に対する重度の恐怖から深刻な拒食症に陥りました。シャーロットは1年も経たないうちに以前の体重の半分ほどの38キロまで痩せました。体は衰え、彼女は2008年に18歳の若さで亡くなりました。反恐怖症。反恐怖症はパントフォビア、パンフォビアとも呼ばれ、周囲のあらゆるものが発作のきっかけになりうる非常に深刻な恐怖症です。患者はしばしば激しい動悸や異常な発汗、口が聞けなくなるなどのパニック発作に襲われます。極端な場合、意識を失うことすらあります。それはまるで見えない悪魔につきまとわれる恐怖です。反恐怖症はパラノイアと密接に関係することが分かっており、また統合失調症の症状の一つともされています。精神的な苦痛は想像を絶してひどく、統合失調症の 60% もの成人の患者が自殺を図った経験があるということです。排便恐怖症。少なくとも400万人の人が公衆トイレを使用する際に不安を感じると推定されています。しかし、場所が公衆トイレでなく自宅のトイレであっても恐怖を感じる人がいます。排便恐怖症の患者は排便を苦痛を伴うものとして深刻な不安や恐怖を抱き、できる限り便通を抑えようとします。エミリー・ティタリントンも重度の排便恐怖症に苦しんだ一人です。彼女は恐怖症のために2ヶ月排便しないこともザラでした。やがて膨らんだ腸は内臓を強く圧迫し、心臓発作が引き起こされて、彼女は16歳の若さで亡くなりました。